ここは沖縄、小さな剣道道場。今日も夕方の日差しが道場の床に長く伸びて、汗と笑顔と真剣な目をした子どもたちが竹刀を振っています。この子たちに今から30分だけ特別な話をしてくれる人がいます。名前はアーサー・ホーランド。アメリカ人と日本人の血を引く元筋金入りの不良。柔道全米3位、サンボ世界選手権代表。そして首の骨を折って一度は死にかけながら這い上がった不屈の格闘家。でも今は彼は不良牧師と呼ばれている。教会の説教台に立つ時も道場の真ん中に座る時も同じ熱量で子供たちを見ている。強さってなんだ？お前たちの気合、本当にどこに向いてる？負けた時、泣いた時、どうやってまた立ち上がる？これから始まるのはただの公演じゃない。不良牧師アーサー・ホーランド、子供たちへの魂のメッセージ、今始まる。皆さんこんにちは。アーサー・ホーランドです。お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人ですから、アーサー・ホーランドっていうのは日本名もあるんでね、岡田正幸。アーサー・ホーランドと岡田正幸、2つ名前があって1人の人。アメリカのパスポートもあるし、日本のパスポートもあるんだよね。ですからアメリカに10年ぐらい生活していました。今日みんなの稽古見て、ね、気合い入れて練習してるのすごく、実を言うと僕もね、武道をやってたんだよね。柔道というのやってた。で、アメリカで柔道ではアメリカで僕の階級で全米で3位になって、で柔道とねレスリングを混ぜたサンボっていう、ほらブラジルにはブラジリアン柔術っていうのがあってね、ロシアにはロシアンサンボっていうのが、結局両方とも柔術を教える日本の先生がね、この柔術を広めるためにブラジルに行ってロシアに行って、そこで、そこの国の人たちに教えたスポーツが今度はね、柔術がブラジルでものすごく流行るようになって、今は彼らが日本に、本来柔術の国日本に柔術を持ってきて、柔術の人口がロシアのブラジルの方が多いので、ロシアはサンボで、おじさんはそのサンボレスリングっていうのでアメリカで2回優勝して、そして世界選手権のメンバーに選ばれたりした。ただもう小さい頃はね、喧嘩が弱かったから、お父さんが元海兵隊の兵士で、もっと強くならなくちゃいけないって、柔道をやれって言ってね、大阪で柔道をやり始めた。でもおじいちゃんおばあちゃんに育てられたから甘えん坊なんだよね。あんまり汗かくとか、こう畳の上で、冷たい畳の上で歩くとかね、硬い柔道着着るとかってね、あんまり好きじゃなかった。初めて出た試合ってね、もうビビってね、もうそのまま自分から倒れて負けた、だからそういう怖がりの僕が今度は高校生になって講道館っていうところで柔道をやるようになったんだよね。そしたらそこでね、高校生の頃めきめき強くなったから、アメリカの高校の選抜チームに選ばれて、日本でいうインターハイのチャンピオンと対抗試合するようになった。そのうちに今度はアメリカで、この軽中量級で3位になることができたんだけど、僕の柔道の先生がね、岡野勲って言ってね、柔道の歴史見たらレジェンドで、もう誰も知らない、
人いないぐらい有名な人の、その先生が僕の師匠になってくれて、ほらみんなね、山川先生がみんなの、先生でしょ。先生がいるの大切なの。なぜかというとね、先生は愛を持ってね、僕を一生懸命トレーニングした。もちろん厳しいところもあった。やっぱり武道って、特に試合出ると相手と戦わなくちゃいけないから、武道のいいところってやっぱり礼に始まり礼に終わるんだよ。なんで礼すると思う？なんでみんな礼するの？さっきの気合はどこに行っちゃう？なんでね、足崩していい？足崩していい？挨拶、そうだね、そして終わっても挨拶するよね。で、結局練習するときによろしくお願いします、礼に始まり礼に終わるっていうのは相手をリスペクトするってことだから柔道とか茶道とか華道とか空手道とか合気道とかみんな剣道とかみんな道が作る、これ英語で言うとウェイ、道っていう意味だよね。でどっから来てるかというときっとね、みんなが剣道とか武道を習っていくと必ずいつかはその意味を教えられていくと思うんだけど、道教っていうね、考え方が世の中にあるんだよね。今あんまり人はそういう話をしないけど、道教っていうのは陰と陽で白が黒になっちゃう、黒が一瞬にして白になってこう移り変わるっていう気の流れも移り変わる。みんな今気合ってやってたでしょ。気って空気も気って書くよね。で気持ちいい時と気持ち悪い時ってあるでしょ。なんか嫌な思ったら気持ち悪いってなるでしょ。だから優しいと気持ちいいってなるでしょ。で病気っていうのも気があるよね。だからこれは気が病んでいるっていう意味なんだよね。元気っていうのは気が源から勢いよく流れているっていうんだよね。だからみんな今気合い入れてたけど、結構その気合いの入れすぎもねマイナスになるし、なさすぎるのも力が出ない。だから気合いって結構大切なんだよね。で気合いを入れると自分自身が元気になるし、またやる気が出るわけね。でやっぱり気が病むと病気になる。だからこの気ってすごく昔から大切にされてるわけで、武道ではその気が大切なの。あらゆるものをはらんだ天地に先立って生まれてきたものがある。なんと静かなことだろう、なんと孤独なことだろう。一人っきり立ち上がり、そのまま変わることがない、やすやすと自転し、万物の母となる。その名を知らないので、道、他を道と言おう。それは通路というよりも永遠の移り変わり、宇宙の気と言ってもいいだろう。道教の場合、絶対というのは相対でなくてはならない。これはちょっと難しい言葉なんだけど、結局相対っていうのは相手とね、この向き合う、それが絶対なんだと、一つなんだと。そしてその中で千の稽古を単といい、万の稽古を練という、鍛錬というのは結局一生懸命練習して自分自身がね、体もしなやかになり強くなっていくわけね。で相手と向き合う時に礼に始まり礼に終わる。相手がいるから自分は練習できる。先生がいるから先生の指導のもとで私たちは教えられるわけ。先生自身がみんなと同じように小さい頃剣道をやってね、先生にある先生には厳しく、ある先生には優しくね、先生の教え方って革命的な教え方してるわけ、ね、もうただ厳しいだけじゃ、ね、若者はついてこれない。でもただ優しくやってたら強くなれない。その両方を、ね、移り変わるように上手に、ね、先生もみんなから教えられながら、そしてみんなのことを思って、あるものは
剣道の試合に出て優勝したいっていうのもいれば、あるものはそこまでやりたくない、まだ怖いし右左わからないよね、竹刀持って振り回すだけで楽しい、ね、それも OK っていうのはなかなかないんだよね。でもそういうみんないろんな子が楽しんで、ここで喜んで、そして少しでも元気になって、でみんなと一緒に仲良く、誰かが偉そうにするんじゃない、ね、誰かが見下すんじゃない、みんな人間として成長していく、ね、まだ小学生、ね、でも小学生、これから中学生、高校生になっていく。でそういう中でみんなと一緒にこの剣道ができるっていうのはね、忘れられない体験になるよ。でおじさんも柔道やってたら相手がいないと練習できない、相手がいないと強くなれない、相手がいないと技かけられない、ね、だからお互いが大切なんだよね。お互いがいるからお互いが成長できる。だから武道をやってるとね、やっぱり仲間を大切にする。今いる仲間、これは逆に血はつながってないけど兄弟姉妹、ね、先輩はそのね若い子の面倒を見てあげる、ね、どうしたんだってね、泣いてる時に、どうしたんだってね、寄り添う。やっぱりそういう優しい、また心の強い、そういう人間になってほしいという先生の思いがあるわけだから、先生は独特の教え方してるわけ。みんなのことを、ね、愛してるし、みんなのことを思っている、まあ愛という言葉はあんまりみんなは使わないかもわからないけど、みんなのことを思って、先生以上の、ね、魅力的なかっこいい、まあ、先生は別に自分がかっこいいとは言わないけど、ね、魅力的な、ね、大人になってほしいというのは先生の思いであり、そういう思いを持ってみんなと一緒に汗かいてんだよね。だからなかなか他の場所にはいないような先生じゃないかなと。このスターバックスで今日も、ね、武道だからお茶でも飲んでまんじゅうでも食べるのかなと思ったら、ね、コーヒーとワッフル、ウィップクリーム付きで、それは俺が食べたんだけど、ね、食べながら先生と生徒たちのみんなの話だ。目輝かせながら先生、みんなのことが大好きなんだよね。みんなのことすごく思ってんだよね。まあ、こういう先生っていうのは本当にありがたいね。もうただスパルタで、ね、スポコンで、もう練習ハードで、泣くな、笑うな、黙れなんて言われてると、でそれが好きな人いるよね。なんかこう痛めつけられるのが好き、鞭打たれるのが好きって、まあみんなそんな子じゃないけど、厳しくされるのが好きだっていう人もいる。それを愛だと思う人もいれば、厳しくされるのは愛じゃないと思う人もいるわけ。人間って難しいんだよね。みんな一人一人生い立ちが違うから、そういう一人一人を見ながら先生はこの気の流れで感じながら、ね、この子には少し厳しく、この子にはちょっと優しく、そういうのを絶えず感じながら先生は教えてる先生だなと僕はそこにいながら感じました。どうでしょう先生、合ってるかな。そうだからね、これって大切なの。なぜかというとね、みんながここで今練習してるでしょ。もうここが逆に言ったら世界なの。剣道のこの場所の世界なの。でみんなはそのうちに大きくなって大学卒業して社会人になるわけ。家庭を持つようになる、ね、社会では働くということをします。ある時は嫌な社長と働かなくちゃいけないかもわからない。でもこの剣道で心を鎮めるとか、黙祷って言ってね、この静まって心を落ち着けて、ね、この静と動を上手にこう使い分ける術をみんなはもうこの練習の中で身につけてるんだよね。そうするとどっかで動き回って気の流れが悪いとか、ここはこのように動かない方がいいな。だから武士道の本の中に五輪の書でもそう書いてあるけど、相手の調子と合わせるな、自分の調子を持てって言うんだよね。この調子というのは自分のリズムを持て、
自分の程よい気の持ち方を身につけていけってことなんだよね。なぜかというと、人間って相手に乗らされちゃう時もある、ね、相手の気持ちの感情に乗らされて怒っている人にこっちがもう上等だってね、喧嘩しちゃう時よ。でも本当に剣道とか柔道を学んでると、ね、自分の心の落ち着け方、動く時気合い入れて動く、また今度は静まる時、ね、その時にこの自分と向き合って自分の心の気の動きが荒れてるなってね、そういうことが分かってくるようになるんだよね。今はただ気合だけでやってますけど、そのうちに気合の入れすぎとか、ね、気合のなさすぎ。でもね、柔道をやっててもやっぱり気合が出るんだよね。なぜかというと、もうある部分、自分の体の限界から気合によって、ね、相手を投げ飛ばすっていうのが起こるんだよね。だから底力っていうか、そういう部分の力って人間の中に気の流れで働くんだよね。でまた強弱、気の強弱をつけることができるようになる。だから武道っていうのはこの気の流れがあって、白だったと思ったものが一瞬にして黒になる。だ世の中って邪気が流れてるんだよね。夏目漱石という有名なね小説家、知ってる？お、すごいな。なんか犬、あれ、野良猫というあれ。猫っていうやつだね。すごいな。もうなんかもう武道やりながら学問の方にもね、素晴らしいよ。夏目漱石ってこれ言うのがね、浮世の匂いが、なんか言いたい？本たくさん書いた人です。そう、本たくさん書いた人、その通り。心っていう本も書いてるよ。ね、でこの夏目漱石がね、浮世の匂いがあって、これも難しい言葉だけど、世の中の浮き沈む、人の心は浮き沈む、気も浮いたり沈んだりする世の中、浮世の匂いが毛穴に染み込んで体が赤で重くなるって、もうこの表現力って言ったらね、なんかもう隠喩的なんだけど、要するにこの邪気、汚い気が毛穴に染み込んで体が赤で重たくなる、そういう人はどうするかって言ったら、山道を登りながら、私はこう考えた、知性に働けば角が立つ、情、義理と人情だって情に差をさせば流される、意地を通して勝ち組だ負け組だって言ったって窮屈になる。とかくにこの世の中は住みにくい、住みにくさがこうしてくると、高くなってくると、なんか安らぐ場所を探しに行くようになる。そして結局自然の中に入って安らぐ場所を探すんだけども、そのうちにそこも窮屈になるね。自分がいる限り人生はね、心の中に浮き沈む、そういう自分がいるんだなっていうことを悟らされるっていうようなことを言ってるけど、結構この中にも気の流れ、自然の中に入ると英気って言ってものすごいいい気が流れる。だから武道って自然体という言葉を使うんだよね。竹はしなやかに風にゆらゆら揺られながら、しかし折れない、ね、柔軟性がある。だから武道の人たちっていうのはみんな自然を見ながら自然体になりたい。この自然のように自分も自然体な人間になりたいって言うけど、これは言うことは簡単だけどなかなかそうなれない。だから昔の人はみんな自然の中に静まる。鴨の長明しかり、夏目漱石しかり、またいろんな宮本武蔵もそうです。みんな自然と向き合いながら、風の音を聞きながら、風が自分の肌に触れるのを感じながら、その英気、気の流れを感じながら元気になり、自分と向き合って反省したりね、そういうことを結構武道の人たちっていうのはね、黙祷することもそういうところから来ているわけだよね。でも今もう忙しい社会だから誰もそういうことはあまり考えなくなった。
そしてもう話も難しくなるからね、頭が痛くなる。それを先生は分かりやすい汗水垂らしながら動きながら自然に皆さんにそういうものを言葉以上に体で体験してほしい、体で教えたいというのが先生のやり方だから、みんなそれを無意識的に意識的にきっと身につけていってんだなと思うんだよね。まあ僕の先生はね、厳しい人でいろんなオリンピックの金メダリストを生み出して、自分も金メダリストだから僕もずっとねオリンピックに行きたいと言ってる。だからもういろんなところで練習しながら、この先生に鍛えられながら厳しいトレーニング、先生とは全然違う、先生も厳しいところはあるけど、もう練習は鬼みたいな人、練習終わるとものすごい優しい人、僕たちのために土方しながら稼いだお金でお小遣いくれる。普通合宿所にいるとお小遣いなんかもらえない。普通は月謝を払う。でも先生は僕たちに優しくお小遣いくれて、アーサーこのスーツ着れなくなったからアーサー着るかって言って先生スーツくれる、ね、そういう優しい先生だった。だからね、もう小さい頃からこの先生に教えられたことは今でも残ってる。もう74歳だよおじさん、ね、人生8年って言ったら俺あと6年しかないんだよ。もう死が目の前にやってきてるんだよ。もちろんおじさんはそんじょそこらのおじさんじゃないからね。1日、ね、30キロ歩いてアメリカ大陸を歩いたり日本列島5回歩いてるから、なんかもう地方署のおっさんが十字架担いでねふらふら歩いてるかと錯覚されるけど、ね、おじさんもまだ元気な方、ね、でも武道をやってた時に教えられたことがもう体に染み込んでる。で時に、ね、耐えている。実を言うとね、おじさん世界選手権のメンバーに選ばれた時首の骨折っちゃった試合で。普通剣道で首の骨なんかなかなか折らないでしょ。で柔道でもう全階級で優勝した人が誰が一番強いかっていうこのオープン級の試合があって、先生は自分の階級で優勝してその次の階級の人と試合やってる時に技かけたら首の骨をおじさん折っちゃった。そして病院で入院して、もう体が半身不随になる、麻痺する寸前。お医者さんもびっくりしてる。腰の骨削って5番と6番のこの首の骨の間に入れる。なぜかというと自分の骨は接着するから。そして特別な器具で固定されてる。今も首に針金が入ってる。錆びない。だから雷の日外出れない。感電するから。いやそれは嘘だけどここ笑うところだよでもそれぐらいね、アーサーおじさんは武道にのめり込んでた。でもそういう怪我もした。でもそういう怪我してお医者さんがもうポーランド軍、あなたはもう格闘技はやってはいけません、ね、でも僕はお医者さんに僕の人生決められたくないから、自分でカムバックする計画を立てて、そしてリハビリしてまたアメリカ選手権に出て3位になって、そして引退したんです。なんでこんな精神力が来たかというと、人生で行き詰まることはある、ね、剣道をやってても行き詰まることはある、ね、なかなか技をうまく、ね、磨くことができない、壁にぶつかることはある。でもね、ここで練習していることが今度は人生でいろんなことが起きた時にね、その問題とどういうふうに向き合う自分なのか、その問題に飲まれてしまう自分なのか、その問題を自分がもっとかっこいい人間になるための肥やしにするのか、それは自分の心次第だから。中には強くなりたいという人がいる。でも強くなりたいということを学んで勝負すると負けることがある。でも人間って負けた時の方が成長する、勝った時よりあるんだよ。自分は思ってるより弱かったんだ。弱い自分を知るということは強い自分になれる大切な要素。また怪我する、悲しくなること、
ある人がね、深く悲しんだ人ほど強く喜ぶことができる。たくさん涙を流した人ほど多く笑うことができる。だから悲しいこと、嬉しいこと、これ全部大切なこと。そういうことを体験する自分は、悲しんでいる人に何も言わなくても寄り添える。この前4年生の孫が柔術やり始めて大好きなんだよ。練習大好き、楽しいんだよ。楽しいからどんどん技を覚えてる。楽しいからこんな技お前できるのって。要するに楽しんでるといろんなものを学ぶ、ね、楽しんでないともう学ばない。もうそこにいたくない、ね、いたくないのにそこにいる。でも練習みんなとしているとやりたくないけどやりたくなってくる。これがみんなによって励まされるんだよね。で僕のこの孫が柔術大好きで、ね、うちの娘がその映像として俺に送ってくるわけ。技の利き方、振る舞い方、こいつはすげえいい姿勢、この仕草、この入れ立ち、これはいい姿勢だなってもうすぐ分かる。で彼は絶対成長する、ね、どんどん楽しんでるから強くなっている。で初めての試合に行った。1試合目技全然分かんないのに相手に勝つ、ね、2試合目ものすごく技知ってる人に負けちゃう。ワンワン泣いてる。悔しくてたまらない。おじさんも悔しい時分かるから孫にただ何も言わないで、男は黙って札幌ビールって昔コマーシャルにあったけど、お父さんね、もうおじさんなんか試合見てるとね、口悪いから殺せとかね言っちゃうタイプだからものすごく大変だった。もうそれが俺にとってはすごいストレスだったんだよね。孫の試合見に行く時に孫にね、あんたのおじいちゃんって大変怖い人ねって言われたくないから、俺も相当我慢して孫のために応援していきたかった。であまり声出して応援しなかったんだよね。で孫が負けた時に孫泣いてるのを孫の肩持って、で俺も泣きたくなるんだよね、孫が泣いてるのを見て、ね、でも孫はそれだけで何か慰められたんだよね。でその試合で3位になってメダルももらって喜んでるわと思って、あっという間に悲しみから喜びに変わるんだなっていうのを見せられるわけだよね。でも今も孫は一生懸命練習しながら、ね、大会に出たい、うちの、孫はそういう試合に出たいから、ね、そして自分の技をトライしたいという向上心が、みんなそういうね、柔術やってる人たちじゃないんだよ。ここでも剣道で試合まで考えてない、まだ武具もつけてないし、武具つけたいと思わないけど、いやちょっとつけたいなっていうところからまずしないから始めてってね。こういう道場ってなかなかないよ、でもこういう道場が必要なんだから、もっと日本に必要だから僕は思うんだよね。いろんな子たちがいるんで、先生は自分が教えてるだけなんで、みんなから教えられるんだって、あなたから教えられるんだって、あなたから先生は、教えていながらみんなから教えられるんだって。これって素晴らしい先生だと思わない？先生が生徒から教えられる。本当はそうなんだよね。親は子供から教えられる。子供は親から教えられるけど、それ以上に親は子供から教えられる。自分が子供であった時はどうだったんだって教えられる。だからみんなね、ここで楽しくこれからの喜び、ある時は泣いたりしながら一生懸命練習しておいてほしい。なぜかというと、この経験が必ずみんなが大きくなって、中学校、高校、ちっちゃな社会、そして大学出て就職するようになった時に、この剣道でちっちゃい頃学んだことがすごい身についてプラスになっていることが分かってる。何事も一生懸命、ここに来たら、一生懸命技を磨いたり楽しんで、歯を食いしばる時もあるけど喜び持って楽しんで、
みんな成長していってほしい。そして先生が願うように僕以上の、ね、大人になってほしいって先生はそう思いながらみんなを、ね、鍛錬してるんだよね。だからこれからの先生と仲良くみんなも仲良くお互い親切思いやりを持って、でも練習するときは精一杯ね、勝負に勝とうと一生懸命礼に始まり、礼に終わったらありがとうございます負けて教えられました、勝って教えられました、ありがとうございます、君があなたがいたから練習できて強くなれましたってね、そういう優しい一人一人になってほしいなと思う。今日はありがとうございました。ありがとうございます。挨拶しておりましょう。起立。ありがとうございます。不良牧師の話は終わった。でも道場の中はまだ暑い。子供たちの瞳にさっきまでとは違う光が宿っている。強さって竹刀の速さじゃない。気合の大きさじゃない。負けた時、泣いた時、それでもまた立ち上がること。それが本当の強さだって。アーサー先生は魂で教えてくれた。沖縄の夕日が道場の窓から赤く染まる。不良牧師の言葉はこれからも彼らの背中を押し続けていくことでしょう。